皆さんこんにちは。今日はゴールデンウィーク直前の平日、雨女らしくあいにくの天気ね。雨女だからしゃあないっすわ。混雑する場所が嫌で安近短旅行で徳島動物園に来ました。それも数十年ぶりです。ずいぶん昔に行ったのね。徳島動物園は徳島県徳島市にある動物園で徳島市総合動植物公園の中にあります。動物園は1998年に開園。広さは 15.19 ヘクタールあります。5つのエリアに分かれており、温帯区、熱帯区、サバンナ区、寒帯区、子ども動物園に分かれています。アンデスコンドルやカピバラなど現在69種類の動物を飼育展示していて、アンデスコンドルは国内で3例目の人工孵化に成功したそうで、動物園のシンボルにもなっています。ちなみにカピバラの飼育数は日本一だそうですよ。入園料は600円で、年間パスポートは1500円です。年間パスポートお得ですね。動物園の隣は徳島ファミリーランドがあって、入園料無料です。乗り物に乗るたびに料金を払うシステム。あれ、当選簿になってる。ここはフライングケージで鳥の展示エリアだけど、鳥インフルエンザの流行で立ち入りができないようになっています。ケージの外の通路を通るようになっています。ちょっと見づらいですな。しょうがないですね。動物の案内板にゾウのマリー。2021年に31歳で死にました。マリーちゃん。日本カモシカね。今住んでいるところでは見かけないけど、和歌山で住んでた時にはいたよ。イノシシ、鹿、蝶々。それ花札やないの。へへへ。レッサーパンダのところに花束がたくさん。レッサーパンダのミンミンは今年4月10日に13歳で死にました。ミンミンちゃん安らかに。動物がいなくなると寂しいわよね。我が家の猫も長生きしてほしい。キジトラのチッチちゃんね。今年11歳。徳島といえばタヌキよね。我が家にもタヌキが来てびっくりしたわ。キジトラのチッチがタヌキと遭遇した動画がありますので、ぜひご覧ください。レッサーパンダは中国南西部、ミャンマー、ブータン、ネパール、インドの標高1000メートル以上の高いところの森林や竹林に生息しています。いつも寝ているところばかりだったので、動き回っているところを見るのは久しぶりかも。タイミング良かったわね。ここはコツメカワウソのエリアね。カワウソちゃんどこかしら。見当たらないな。探してみよう。綺麗な水槽ね。水槽がトンネルになってる。どこにいるのかな。いないみたいね。ギャラリーがいないから寝てるとか。そんなわけないよね。何か鳴き声が聞こえるけど。カワウソちゃんね。どこかな。いたよ。ここ。どこどこ。ここです。こんなところに。狭くないのかな。防災無線でツキノワグマが出たと流れた時には、なんで白黒の色じゃないのかなって。それパンダ。パンダだったら大人気なのに。クマちゃんも可愛いでしょ。モンキープロムナードに来ました。いろんな猿がいますね。尻尾がしましまのワオキツネザル。珍しい動物が来たって思って近くに寄ってくれてるわよ。はいはい、私も猿ですよってば。タイガープロムナードに来ましたが、ベンガルトラのルパンは2022年に16歳で死にました。人間の年齢だと75歳以上だって。ルパンは2008年に山口県から徳島動物園に来たそうです。寂しいけど動物も寿命があるからね。どこの動物園も飼育している動物が減っているようね。空き家になってしまった場所の活用が必要になりそう。ピューマ、同じ猫科でも大きいわね。そばで見ると大きいね。徳島動物園のオスのピューマは大阪市の天王寺動物園から来たのよ。見たことあるかもしれない。
目があった。かわいいね。いい子だね。それ、岩合さんの猫歩き。同じ猫でもでかい。ここはゾウの飼育舎ですが、2021年、セイロンゾウのマリーが31歳で死にました。悲しいわね。2024年4月29日の開園記念日に徳島動物園を活性化する会のゾウの像、贈呈式が行われるそうです。ゾウの像って何？ゾウの像ですよ。ほんまもんの違います。ゾウの像です。また、動物園に行って確かめてください。ほな、そうします。ミーアキャットだ。かわいい。2019年4月に新しいミーアキャット舎ができて、行動する様子が見やすくなったのよ。起きたと思ったら丸まった。今日は曇り空だし気温も低めだから。かわいいね。いい子だね。それ、岩合さんの猫歩き。猫を見るとついつい言ってしまうわ。ライオンも猫と同じように段ボールとか好きなのかな。サバンナエリアの広いところに来ました。シマウマ、カピバラがいます。キリンが見えないけど、飼育舎の中かな。2024年3月にアミメキリンの発作が来ました。出てきていないようなので、環境に慣らしているところでしょう。発作は、福山市立動物園生まれのアミメキリンです。発作の公開が楽しみ。ホッキョクグマのポロロの飼育舎に到着です。ポロロは、2014年に札幌市丸山動物園から来ました。2021年にオスのイワンが死んで、一頭で飼育しています。ポロロは繁殖目的で徳島動物園に来たけど、イワンが死んだことで今後どうなるのかな。2025年1月になったら、北海道へ帰っちゃうのかな。ホッキョクグマのポロロちゃんに驚かされた旦那さんの次は、森林オオカミのところに来ました。オオカミって犬そっくりだから、その辺りにいてもわかんないね。イヌ科の動物ですからね。森林オオカミは中でも最も大きいのよ。食後のまったりタイムかな。気持ちよさそうね。曇り空でしたが、暑くもなく寒くもなく動物園散策日和でしたね。極端な季節は動物も辛そうだし、気持ちよく過ごしているところを見られてよかった。すべての動物を紹介していませんが、全体の散策動画をサブチャンネルでお届けします。ぜひご覧ください。タイミングよく徳島駅前行きのバスが出発しました。徳島バスの路線バス乗車無料デーを思い出すわ。始発から終点までお疲れ様。お尻爆発したでしょ。ギリギリ大丈夫やったで。動物園の隣は徳島ファミリーランドですね。家族連れに人気のテーマパークで入場料無料。動物園と植物園と合わせて1日楽しめそうね。休みの日欲張りセットですわな。駐車料金は前払いで1回310円。駐車券はなしです。駐車券がないのはなくす心配ないからいいよね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。最近動物に癒されてばかりの動画ですみません。次の動画でお会いしましょう。動画ご視聴ありがとうございました。まったね。